動画をご覧の皆さんこんにちは。前回の動画では香港乗り継ぎの合間に香港ディズニーランドへ行く様子をご紹介いたしました。こちらの動画では香港国際空港からマレーシアペナンまでの様子をご紹介いたします。出発までの間はラウンジで過ごすことにいたします。キャセイパシフィックラウンジのザ・ピアにやってまいりました。キャセイパシフィックのラウンジなんと4つもありまして、うち営業中はこのピアとウィングデッキという3つなんですけれども、今日はこのピアが乗り場から近かったので使いました。このラウンジ縦に細長く配置されておりまして、今ご覧いただいているエリアはバーカウンターになっております。シャンパンやビールなんかもこちらで注文することができるようになっております。こちらが食事を注文できるエリアでヌードルバーなんて呼ばれてます。左ではこうファミレスみたいな向かい合わせの席があったりして、ただすごい混んでるんですよね。朝6時半ぐらいだったんですけれども、多くの乗客の方がいらっしゃいました。で、もう一つ奥のエリアへ行きまして、食事をとることにしました。こちらがさっきのバーで注文したワンタン麺とシューマイと担々麺、全部出来たてですね。この担々麺結構有名なんですけれども、ごまがたっぷり効いて美味しい担々麺です。少し明るくなってきまして場所を変えました。こちらはラウンジ入ってすぐのあたりなんですけれども、エメラルド会員とファーストクラス利用者しか座れないエリアになってます。隣なんかにはヨガができるエリアもありまして、朝早いからかね、だいぶ空いておりましたので、いいタイミングだなと思って撮影してしまいました。ゲート67番へ移動してきました。もうね、朝食もたくさん食べてお腹いっぱいという感じです。結構ね、乗客の皆様並んでるんですけど、ちょっと少し少ないこちらの列で乗り込みます。もちろんこちらのビジネスクラスからのタラップに進みます。乗り込みました機材は A330 でして、成田から来た時の便の1台か2台前ぐらいの便なんですかね。ちょっとこうこの間乗った時よりも古ぼけた感じの機材ですが、フルフラットになる仕組みは全く一緒ですね。若干ね、機内もくたびれた感はあるんですけれども、十分快適です。飛行機無事に定時出発いたしまして、朝ごはん運ばれてきました。成田の便と一緒で、最初はフルーツですね。ドラゴンフルーツ相変わらずあります。で、続いて朝食ですね。これもディムサム天津と別のものにしました。私ももうまた相変わらずシャンパンなんかいただいてますけれども、横の方はね、もう横になって寝てます。実はこの便すごく早くてですね、朝8時15分発、ペナンに12時5分に到着する CX633 という便になります。搭乗時間、飛行時間合わせて約4時間50分ぐらいのフライトになるんですけれども、それでもやっぱりこのフルフラットでまたたくさんのビデオを見て、お酒なんか飲んでいたらあっという間に到着となりました。若干ね、この映像もね、やはり行きの便の A350 に比べて古めですね。はい、飛行機無事にペナンに間もなく到着となります。ペナン島はマレーシア半島からちょびっとだけ出てるマラッカ海峡に浮かぶ、貿易が盛んな、島として、有名なリゾート地として繁栄したというようなことが、ウィキペディアとかに書いてありました。正直私も今回たまたま航空券が取れたので来てみましたけれども、あまり前学習予習しないまま来ておりますので、ここからはですね、ペナントで泊まったホテル、食事、あと街並みなんかを皆さんにご紹介できたらなと思っております。まず1泊目に初めに泊まったホテルですね。こちらがオゾジョージタウンペナンというホテルでして、当時日本円で1泊7866円とお安いお部屋でした。ただですね、見ての通り部屋も綺麗ですし、ベッドも大きい。そしてですね、高いところにあるっていうところで景色がすごく綺麗です。女子タウンね、あんまり高いビルがないので、このホテルも結構目立っております。ね、こちらにもトイレがありますね。で、バスタブがなくシャワーブースのみですけれども、鏡もね、大きくて過ごしやすいお部屋でした。で、何よりこの一番屋上にあるプールですね。ここからの景色も綺麗でした。海もね、すごく綺麗だったんですよね。ただね、プールすごく冷たくて水がですね、みんななんか入るの躊躇してました。続けて2泊目のホテルもご紹介します。はい、ではペナン2日目ということで、1日目に泊まったオゾホテルから、今グラブで移動してきて、だいたい6
リンギとぐらいにしたんで200円ぐらいかなで来ました。で11時半なんですけど、もうお部屋の準備できてますって言ってくれて、今部屋から設営しています。で今回この部屋をプレステージホテルっていうところにしたんですけれども、昨日のホテルにプラス1万円ぐらいで泊まれるんですが、見てください、すごい広い部屋で、ちょっとこれ大きいベッドですねもありますし、奥はシャワーブースになっていて、こっちはトイレとかですね、もうちょっとバスローブなんかもあったりとかして、結構豪華ですごい綺麗なホテルです。後で外観のね、撮ってきますので、それも見ていただければなと思います。先に部屋の紹介を続けますと、ここが洗面とシャワーブースです。で、こちらがベッドですね。先ほどね、お部屋プラス1万円ぐらいとお伝えしたんですけれども、ザ・プレステージホテルペナン、この時が21,436円ということで、おぞのホテルよりはだいぶ高くなっちゃいましたけれども、もう設備が至れり尽くせりです。テーブルの上にもちろん無料のお水はあるんですけど、なんと冷蔵庫の中にはですね、無料のソフトドリンクが5個も入っています。加えてね、珍しくスリッパもありますし、スチーマーなんかもあるので、もう十分ですね。机の上にはお菓子もありましたので、こんなものもいただいてしまいました。で、外観はこんな感じですね。白亜の建物っていう格好で、もう見るからに豪華ですよね。で、ウェルカムドリンクもいただきました。などビールもね、ワインもいただけるということで、ここのカフェもすごくおしゃれで、朝食もここで食べました。続けてジョージタウンの街並みなんかもご紹介します。さっきのプレステージホテルのようなコロニアル様式の建物がこうやってあったりですとか、ちょっとねこう路地に入っていくと、ストリートアートっていうんですかね、こう壁にこう絵が描かれていたりします。またちょっと落書きとかもね混じってますので、こういうのはねアートだとは思うんですけれども、どっちが落書きでどっちがアートかっていうのはちょっと私じゃ判断つかなかったですね。建物はやはりもともとの中華系の色濃いものもあれば、こちらはリトルインディアっていうことでこういうところもありますし、マレーシアのもともとの建築様式なんかも入り乱れているので、見て歩いてで飽きはしないですよね。ただやっぱり日中天気すごくいいんですけど、30度を超えておりますので、日陰を歩いてないとちょっときついかなって感じですね。こちらペナンプラナカンマンションっていうところなんですけれども、外観だけ撮りました。ペナンの食事、ホーカーセンターがいっぱいありますので、こういったところで安く食べれちゃいます。このチャークイティオっていう麺料理、これも美味しかったな。450円ぐらいでしたけど、チャーハンの味がするパッタイみたいな感じでした。で、こっちがホッケンミーですね。日本でもね有名ですけど、これが月150円ぐらいかな。で、あとペナンのコーヒーですね。下に練乳が入ってます。で、これはフライドチキンで、これも100円ぐらいでした。これがサンバルの炒め物で、サンバルっていう辛い調味料を炒めた青菜ですね。エビも入ってます。これはですね、メニュー名覚えてないんですけど、おそらく調べて見た時にタイロックミーといううどんのような麺料理でした。もう辛いもの大好きですし、お酒も美味しいし、こういう食べ物も美味しいしですね、最高ですね。と言って、このフードコートで3000円くらい使っておりました。一人で何やってるんだって感じですけどね。2日目の朝はホテルの朝食会場で朝食をもらいました。パン、ワッフル、あとアジア料理で、麺、焼きそばですとか、こうやって炒め物とか並んでおりました。卵料理は調理を選べますので、エッグベネディクトをお願いしました。もちろんコーヒーやサラダもくっついてきます。ヌードルも注文できましたので、全て具材を入れてもらいました。朝食の後はホテルのプールでのんびりと過ごしておりました。ゆっくり食べて、ゆっくり過ごして、やっぱりリゾート地って言われるだけあって最高ですね。この日時間はプールも空いておりましたので、悠々自適に使わせてもらいました。はい、では旅の最後に食べたものをご紹介します。こちらナシカンダーと Google マップに書いてあったんですが、実態は
並んで買ってみたら、これが多分カレーなんですけど、すごい美味しそう。いただいてみます。うまい。めちゃくちゃうまい。はい、街中の美味しいカレーということでね食べましたけれども、300円ぐらいだったかな。やっぱ安いですね、ペナン。本当にご飯も美味しいし、気候もねちょっと暑いですけど、プールとか入ってのんびりできたらなと思ったので、すごい良かったです。はい、動画のご視聴誠にありがとうございました。次回で、このペナン旅行も最後となります。帰りは、ペナンから香港を経由して東京に帰る様子をご紹介したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。